皆さん、こんにちは。皆さん、最近レスレリアーナのアトリエ、プレイしていますか？このゲーム1月10日の Steam 版配信から、数日で、同説数が2000人を割ってしまいました。エアプローツ、あれはイベントがなかった虚無期間だから。でも新章が追加されていましたよね。そして、新たにイベントが始まっても、プレイ人数が少なすぎる。というわけで、今回は、レスレリアーナのアトリエについて、Steam 版のレビュー、Steam 版の利点を解説してみた動画になります。今回のお品書きはこちら。今同説数を参考にさせていただいた Steam チャートは概要欄にリンクを載せておくので、ぜひ見に行ってみてください。まず1つ目、基本マウス操作でキーボード操作がほぼできない件について説明します。このゲーム Steam 版でのキーボード操作ができず、できたとしても Alt プラス F4 のゲーム終了くらいで PC でやる利点をあまり感じなかったですね。このゲームは装備やアイテムを作成してバトルに有利なスキルをつけることができ、基本何度も調合を繰り返して強い装備になるまで作り直したりします。私はこれをキー操作でやりたかった。初めての人のために説明すると、調合の際、それに協力するキャラが持っているスキルと素材が持っている2つのスキルの計4つのスキルを選び、4つのうち2つがランダムで選ばれ装備に付加される仕様になっています。必ずしも望んだスキルになるとは限りません。また、それらスキルレベルが5段階あり、レベルも確率で決まります。レベルが1つ上がるだけで性能が結構違いますよ。さらに基本性能に関係がある SSR になるか SR になるかも確率で決まることになります。つまり性能のいい装備を厳選しようとすると何回も調校を繰り返していくことになります。装備ガチャ、装備厳選、好きに呼んでください。結構な回数調校をしていくことになるので、キーボード操作でテンポよく調合画面を遷移していくことを期待していたんですが、それができないので Steam 版でやる意味を特に見出せない仕様になってますね。まあマウス操作でも右クリックを使用すれば多少やりやすくはなると思います。実は右クリックは基本戻るとスキップの意味合いがあって、調校を行う場面でも調校を開始してから右クリですらなくスキップすることができます。ちょっとだけ便利。出来上がったゴミ調校結果の確認画面でも右クリですらなく遷移させることができます。でも間違えて押しすぎると戻りすぎ注意ですね。難しいわね。まあ熱々スマホ持たなくていいのと小さいスマホよりはボタンを押しやすいのが今のところ利点ですかね。スマホ版ではガチャ画面など UI のレスポンスがやや遅く、タップしても反応しにくいので、こういった問題もキー操作で遷移させていけるようにすればやりやすくなるんじゃないでしょうか。なので Steam 版でのキー操作実装お待ちしております。以上、キー操作が使えないので Steam 版の利点があまりないかなというお話でした。次は Steam 版は広告視聴による精度遺跡の獲得ができないという点について語っていきたいと思います。結論から申し上げますと、キャラクターを堅実に増やしていきたいなら広告視聴のガチャ石の獲得ができない Steam 版のみでのプレイはあまりお勧めできないですね。ところで、なんで広告視聴ガチャ石の獲得ができないだけでお勧めできないのか、新しく始めた人は不思議に思っているんじゃないでしょうか。理由は新しく追加されるキャラとガチャの仕様に関係しています。順を追って説明していきます。一つ目は新しく追加されるのはほとんど限定キャラという点ですね。このゲーム 1,2 週間足らずで限定かつ最高レアリティのキャラが2体というハイペースで追加されていきます。2つ目、限定キャラ校長入りがサイレント修正されてしまった件。ゲーム運営が限定キャラが校長に追加される文言をサイレント削除してしまい、現状限定追加された新キャラは校長落ちせず、たとえ別のピックアップガチャでもいつか自分の元に来てくれるかもしれないという期待が潰れてしまった。アトリエフェスというガチャに追加されるのを待つ手もあるが、このガチャを引いてもメダルはもらえず、購入した石を使って引くというお金で解決する手段がなく、そもそもいつ追加されるのかわからないなど不確定要素が多いので、これも期待できないと思います。救済措置としてレジェンドメタルの交換という天井システムがあり、限定星さんを含めて好きなキャラと交換ができます。なので新しいキャラを手に入れて遊ぶならメダルを貯めて交換という方法が確実です。でも天井まで課金すると約9万円もかかりますし、無課金の人でも新しいキャラを手に入れるまでの期間が開いてしまうと飽きちゃいますよね。
課金者の方は費用を抑えられるし、無課金の方はメダル交換までの期間が短くなるので、広告視聴でのガチャ石は獲得しておくのをぜひお勧めしたい。なので、Steam 版だけで遊ぶのではなく、スマホでも同アカウントでログインして広告視聴しておくのが良いかと。あれ、さっきから天井まで貯めての交換を前提に話しているけど、ピックアップされてるんだから、普通に引いて当てればいいんじゃないの？そう簡単にいきますかね。このゲームガチャで限定キャラを引く確率が 0.5% に設定されていて、かなり渋い確率になっています。一見で憎そうだけど、大量に引けば出てくるんじゃないの？どのくらい出にくいか調べてみました。無料10連で11個メダルがもらえるので、天井まで貯められる140連を引いたとしましょう。排出率 0.5% のキャラを140連で1回以上出す確率はなんと 50.43%。それだけ引いても5割方負けるのか。まあ、限定キャラ2体のうちどちらでも良いと仮定するなら、排出率 1% を140連して1回でも出す確率は 75.51%。すがってみてもいいんじゃないでしょうか。まあ無課金なら、ピックアップ期間中に石を貯めきるのは酷だし、メダルの交換を狙っていくしかないのか。今言った通り、ピックアップはあまり期待しないで、やはり確実なメダルの交換を狙っていくのが精神衛生上いいですよ。話が脱線しましたが、Steam 版の方は、スマホで広告視聴も検討してみてください。ここからゲーミング PC じゃなくてもプレイできる、おすすめの PC 設定についてご紹介いたします。Steam 版の可塑要因として、そもそもゲーミング PC じゃない普通の PC しか持っていない。スマホでいいやと諦めてしまっている人も多いのではないでしょうか。そんなわけで、ここからは、カクカクを改善できるかもしれないおすすめの PC 設定をご紹介します。アプリ側の設定、Steam の設定、Windows 側の設定の3つに分けてご紹介します。今回検証に使う PC のスペックはこんな感じ。価格 .com で4年近く前、約6万円で購入したゲーミング全然関係ない普通のノートパソコンです。まず、はじめに何も考えず、フル HD、30fps である画質設定バランスで起動させるとこのようになりました。カクカクじゃん。後で調べてみたところ、フレームレートが平均16くらいしかそ出ていんなん見ればカませんでした。クカクなのはわかるの？というわけで、レスレリ側での設定を決めていきたいと思います。まず、画質はフル HD、フレームレートは30でやらせてください。そしてメニュー、オプションから画質設定を一旦バランスに。これは、あらかじめ決められた設定に自動的にする機能ですね。この状態から自分好みにカスタムしていき、妥協できる部分は低く、優先させたいものは高に設定するといいですよ。妥協できる部分は下げないと不安定になるかもしれませんので。で、やっぱりレスレリは、キャラのグラが良いのが売りなので、キャラの品質は高に、背景表現は低にしましょう。草原表現は、後ろで揺れている草ですね。草とか見ないので低。後影とかどうでもいいので、シャドウ品質を低にして消しちゃいましょう。揺れ物精度はこうでお願いします。即答だな。揺れ物精度はティア0なんで、ティア0なんだ。これら以外の設定は上げちゃうと安定しないのでそのままでいきましょう。カスタムした設定をまとめるとこんな感じ。負荷状況も低だし、うまくいきそう。続いて、Steam 側でするべき設定です。ゲームのアプリを右クリックしプロパティを開き、インストール済みのファイルのタブに行き、ゲームファイルの整合性確認をしましょう。また、その状態で一般に行き、Steam オーバーレイを無効にしちゃいましょう。続いて、Windows 11側の設定。コントロールパネル、ハードウェアとサウンドから、電源オプション、高パフォーマンスを選択しましょう。高パフォーマンスがないときは、左上の電源プランの作成。高パフォーマンスを選んで、プラン名を高パフォーマンスに。次へを押した後、作成を押して追加しましょう。電気が足りないと動きませんからね。また、タスクバーを右クリックしてタスクマネージャーを開き、スタートアップアプリで不要なアプリを無効化するとメモリを確保しやすいかも。例えば、Google Chrome とか iTunes とか Teams がバックで動いてメモリを食っていますよ。まあ、ここらあたりはお任せします。これら設定を守ると、最初に比べてどうでしょうか？なんということでしょう。ガクつきがかなり改善されました。ストーリー再生中、キャラ鑑賞中などは、ほぼ30fps で安定していました。
でやっぱり、ゲーム中一番負荷がかかるのは、キャラが動き回る戦闘中だと思うのですが、それでも平均は 27.3 と最初の16に比べ大幅に改善されていました。ここで紹介した Steam、Windows の設定は、タクつきを解決する基本中の基本らしいので、他のゲームでも試してみてください。よし、これだけ、綺麗なキャラモデルを大画面で見ると、スマホでは気づかなかった点に気づくと思います。まず、キャラクターの目の交際。あとは、肌の質感がとても良く、高級なお人形さんのようになりますよ。これだけいいものだと、皆さんがなるだけ終わってほしくないっていう気持ちもわかるような気がします。それでは、Steam 版のレビューをしてきたけどいかがだったかな？動画が良いと思った方は、チャンネル登録や高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。